こんにちは、あずまです。この動画では何かの話題について話しながら、その話題に関係がある言葉を一緒に勉強していきましょう。今日は日本の四季について話します。日本には春、夏、秋、冬の4つの季節があります。季節によって気温、天気、食べ物、服装、行事などが大きく変わります。日本人は昔から季節の移り変わりをとても大切にしてきました。季節を楽しむ文化や習慣もたくさんあります。春は3月から5月頃の季節です。寒い冬が終わり、少しずつ暖かくなってきます。木に新しい葉が出たり、いろいろな花が咲いたりして華やかになる季節です。日本の春といえば桜です。3月の終わりから4月にかけて日本各地で桜が咲きます。桜を見ながらピクニックをする花見は日本の春の代表的な行事です。家族や友達、会社の同僚と一緒に楽しむことが多いです。また、春は卒業、入学、入社のシーズンでもあります。卒業で学校の友達と別れたり、入学、入社で新しい友達や同僚と出会う季節です。4月から新しい生活を始める人もたくさんいます。春の食べ物にはキャベツ、たけのこ、新玉ねぎ、いちごなど季節の野菜や果物があります。夏は6月から8月頃で暑い季節です。6月は梅雨の季節で毎日のように雨が降ります。梅雨はだいたい6月上旬から7月中旬頃まで続きますが、地域によって少し時期が違います。沖縄では5月から始まり、北海道にはほとんど梅雨がありません。梅雨が終わると本格的な夏がやってきます。日本の夏はとても暑くて湿度も高いので、体調に気をつける必要があります。熱中症にならないように水をたくさん飲んだり、日陰で休んだりします。夏はアウトドアやレジャーの季節です。海水浴、キャンプ、バーベキューなどを楽しむ人が多く、子どもたちは夏休みに入ります。また、夏にはたくさんのイベントがあります。花火大会、夏祭り、盆踊りなど、日本らしい伝統的な行事が各地で行われます。夏の食べ物にはスイカ、トウモロコシ、そうめん、冷やし中華など冷たくてさっぱりしたものが多いです。夏は食欲がなくなる人も多いので、さっぱりした食べ物がよく食べられます。秋は9月から11月頃です。だんだんと涼しくなってきますが、最近では9月頃まで暑さが続くことも多いです。空が青くて空気もすっきりしていて、1年の中でもとても過ごしやすい季節です。ただ、8月から9月頃は台風が来ることも多いので注意が必要です。秋といえばやはり紅葉です。山や公園の木の葉が赤や黄色に色づいて美しい景色が見られます。京都や奈良などの観光地では紅葉を見にたくさんの人が訪れます。秋は食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋と言われることがあります。これは秋に美味しい食べ物が多くて涼しくて過ごしやすいので、いろいろなことを楽しむのにぴったりな季節だからです。
秋に美味しい食べ物はきのこ、りんごや梨、さつまいも、サンマなどがあります。空が澄んでいて月がきれいに見えるので、お月見や収穫祭などの行事もあり、自然の恵みに感謝する文化があります。冬は12月から2月頃です。寒い季節で、特に北海道や東北地方では雪がたくさん降る地域もあります。雪が降る地域でスキーやスノーボードなどのウィンタースポーツが楽しめるのもこの季節です。寒い冬には家の中で暖かく過ごす工夫があります。こたつに入って鍋料理を食べて体を温めるのは日本での典型的な冬の過ごし方です。冬はイルミネーションやクリスマスマーケットなど夜の街がきれいに飾られるイベントもたくさんあります。12月は年末の準備で忙しくなり、12月31日の大晦日に年越しそばを食べて1年が終わり、1月1日にはお正月を祝います。お正月には家族でおせちやお雑煮を食べたり、初詣に行ったりします。神社やお寺ではおみくじやお守りもよく売られています。季節によって自然だけじゃなくて人の暮らしや考え方も変わります。日本では四季を楽しむ心が昔から大切にされていて、季節ごとの食べ物、行事、挨拶、言葉などにも現れています。皆さんの国にも四季がありますか？どの季節が好きですか？日本ではその季節によって楽しめることが変わるので、ぜひいろいろな季節を体験してみてください。最後に言葉の復習をしましょう。四季、季節、春、夏、秋、冬、桜、花見、卒業、入学、入社、梅雨、湿度、熱中症、海水浴、花火大会、夏祭り、盆踊り、台風、紅葉、食欲、読書、月見、こたつ、鍋料理、大晦日、年越しそば、お正月、おせち、お雑煮、初詣、お守り、おみくじ。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それではまた。